はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。いよいよ20のお話もとりあえず今回が最後。皆さん、ついてきてくださいよ。というわけで、念願の20のコンサートに行ってから数日が経ちました。20のコンサートを目標にしていた私は、現在、一種の燃え尽き症候群となっております。いやー、それにしても20のコンサート、なまら最高だべさ。20の皆さん、これが正しい北海道弁です。なんとかばいとか北海道弁じゃありません。今回会場となったまこまないアイスアリーナ、通称まこまないは、リーダーのまこはまこまないという地名に親近感を抱くと MC で言ってました。ただこのまこまないは最寄りの駅から徒歩30分ですし、築50年で今にも崩壊しそうですし、客席は狭いし、女子トイレはもう大混雑してますし、もちろん洋式より和式が多い。当然洋式にはウォッシュレットなんていうハイテクはありません。しかしそれらの負を全て吹き飛ばすような感動が20のコンサートにはありました。今回は席にも恵まれて、2日目のアリーナは前から6列目というそのステージの立ち位置によっては肉眼で10センチのサイズでメンバーを見ることのできる上座席でした。持参したこの双眼鏡で見ると本当このくらいの大きさなんですよ。だから顔見て足見て顔見て足見て顔見て足見てという感じでした。本当ね、メンバーの首筋を流れる汗の粒まで見えました。いやー、このおじさん気持ち悪い。で、20のファンは女子供が多いので、実際私の前もお子さんで視界もクリアでした。さらに意外なことにジジイとババアが多いの。これは驚きです。さらに私のような一人の孤独なおじさんもちらほら来てました。寂しい。本当こんな良い席を与えてくださった神様に感謝。産んでくれた両親に感謝。20のみんな。そして JYP に感謝ですね。多分私は今後の人生の運を全てここで使い果たしたと思います。これから私は何を生きがいに生きていけばいいのでしょうか。そうそう、今回の札幌公演ですが、初日にですね、ちょっとした機材トラブルもありました。最初のこのメンバーがステージ上に現れた瞬間、当然客席もわーっとなりました。で、その後10秒ぐらいの無音状態となったんですよ。ステージではメンバーが仁王立ちしてる。で、客席では観客がボケーっと突っ立ってるみたいな。すると次の瞬間、リーダーのマコが手拍子を始めたんですよ。この瞬間、本来は我々観客がすべき手拍子をしないから、マコが催促したんだと思いました。マコ気づかずにごめんねー。でも実際はトラブルで曲がかからなかったんですよ。スタッフが、音楽のカセットの再生を押すべきところを間違えて録音を押していたそうです。そこで機転を利かせたマコが手拍子を始めてその場をつないだというのが事の真相のようです。これは福岡公演も見たこちらの玉野さんがそう話してました。すごいなマコと感じた瞬間です。皆さん、これが20です。メンバーみんな可愛いし、スタイルいいし、どこかのアイドルとは違って歌は全て生歌でした。途中ではダンス、ボーカル、ラップの3つのチームに分かれてパフォーマンスするなど内容もとても良かったです。以前言った TWICE のコンサートの時と同じように場内のモニターに映し出されたお客さんにダンスさせたりとか、このカメラのポージングをしてもらうイベントもあって楽しかったです。残念ながら私は当てられませんでした。で、分かったのがカメラに当てられる条件として、子供を目立つ洋服、アリーナ席で、そして目の前が通路なら確率大です。そしてここからはとても楽しかった20の初開催のコンサートツアーでしたが、今後の課題をエセファンの私が語りたいと思います。まず一つ目、会場の問題です。散々ディスってきたまこまないアイスアリーナですが、一つだけいいところがあります。それがホールの小ささです。収容人数1万人程度なので、本当に20のメンバーが
すぐそこ、もうすぐそこだったんですよ。MC でもメンバーが狭いと言っていたくらいの狭さです。で、確かまゆかがですね、最後の MC で、次回は札幌ドームでと言ってお客さんが喜んでましたが、札幌ドームの収容人数は3万人、真駒内は1万人ということは、ホールもでかくなるので、当然ステージまでの距離も遠くなります。皆さん、それでもいいんですか？まあ運営側としては、同じコンサートをやるなら1万人 3days よりも3万人1回の方がコストも安くなり儲けられるからいいんでしょうけど、ドームコンサートなんて論外です。続いて2つ目、コンサート運営時の認識の甘さです。現在コンサート終了後にくじなどで当たった人を対象にサイン会などを行ってますが、最年少のニナがまだ17歳、17であるにもかかわらず、遅い時間まで労働させていたことが問題となり、急遽宮城公園からコンサート終了後のそのお見送り会やサイン会などのイベントは不参加になりました。事前の会議の席で、ところでメンバーの年齢大丈夫？と一言確認すれば済む話だったのに、多くのニナファンを悲しませることとなりました。まあ、来年ニナは18歳になるので、この確認は今後不要にはなりますか。そして3つ目、今のニナの件にも少し関わりますが、開演時間の問題です。先ほども言いましたように、コンサートを見に来た年齢の幅が広い。下は小学校低学年から下手したら幼稚園で、上はジジイババアで、今回のツアーの開演時間で一番遅いスタート時間は夜6時半です。終了時間は夜9時半。それに退場制限がかかったりすると、建物の外に出られるのは夜10時になります。で、家に着いたら夜11時、下手したら深夜0時になります。小学生を遅い時間まで連れ回すのはいかがなものかというのが良識ある私の見解です。まあ、親がその日のチケットを申し込まなければ良いだけの話かもしれませんが、その辺も配慮した開催時間が求められます。そして最後、4つ目、会場で行われるくじの問題です。先ほども少し言いましたように、くじなどの抽選によりコンサート終了後のサイン会などでメンバーに会えるかもしれません。お名前コールが A 賞のくじは1回550円。内容はよくわかりませんが。で、サイン会またはお見送りは1枚1600円以上の CD の購入が必要です。だからコアなファンは20空いた差に当選確率が公表されていないくじに対し、血と汗と涙と鼻水で稼いだ給料を突っ込んでいるのです。でもこのやり方ってえぐいですよね。CD の場合、本当のファンなら発売日当日に買います。なぜなら、それにはオンラインで開催されるイベント参加の抽選券が同封されているからです。で、あるにもかかわらず、コアなファンはメンバー空いた差にコンサート会場でまた CD を買う。非常にバカバカしい、ふざけた商売です。これって昔のホニャ KB48 のやり方と似ています。ただ、ホニャ KB の場合は CD を買えば必ず空いてました。かくいう私も過去に握手会なるものに参加したことがあります。その時の会場もまさに真駒内アイスアリーナでした。最初にミニコンサートが開かれ、その後自分の順番が呼ばれるまで数時間待って握手する。会える時間はたったの2秒。私はその時確かまゆゆに会いました。まゆゆの手はとっても小さかったです。今でも覚えてます。まゆゆ、今どうしてんだろう。私が言いたいのは、デジタル社会の世の中、私のように CD プレイヤーを持っていない、音楽をスマホで聴く人たちに CD を売りつけるのはどうなのと私は言いたい。だったらコンサートに来てる人の中から抽選で10名って感じで選んでくれたらいいと思いませんか？で、話はそれますが、ジャニーズのように
この手作りうちわの使用も禁止されてます。使えるのは会場で購入したうちわのみです。お金の稼ぎ方が少しえぐくないですか？そこがちょっと残念です。まあ、いろいろと好き勝手にお話ししましたが、なんて言うんでしょう。私が言いたいのは、一生懸命頑張ってる人たちの姿は美しい、感動的だ。それだけです。なので皆さん、もっともっとNiziUに触れてください。もっともっとNiziUの曲を聴いてください。またNiziUに会えることを夢見て、派遣のおじさんは頑張ります。ということで長くなりましたが、NiziUのコンサートのレポートを終了したいと思います。そうそう、先日とんでもない情報が発表されました。なんとですね、11月と12月に東京と大阪のドームツアーを開催すると。先日東京の代々木公演が終わったばかりだというのに、しかもまだ大阪、愛知、神戸が残っているにもかかわらず、しかもお値段ですね、今回の9800円から、円安を考慮し、まさかの12000円。なぜこのタイミング？メンバーたちを休ませる気はないのですか？私には少し理解ができません。